こんにちは、はるなです。今回はブリオッシュ編みでニット帽を作っていきたいと思います。表面、裏面どちらも使えるようなリバーシブルにしてみました。材料とサイズの紹介です。こちらの3玉を使用していきます。それでは一緒に作っていきましょう。まずは作り目から。糸を150センチほど取ってから編み始めていきます。まずはこのようにねじって今回は輪針を使っていきます。こっちが糸の玉につながっている方、こちらが糸端ですね。このように持ってまずは120目作り目を作っていきます。はい、120目作り目ができたら、ここ内側ねじれていないか確認してから一目ゴム編みをしていきたいと思います。で、一周の位置が分かるようにここにマーカーを入れておきましょう。それではまずは表編みを編んで、続いて裏編み、交互にいきます。表裏表裏と一目ゴム編みでぐるっと一周編み進めていきましょう。はい、ぐるっと一周一目ゴム編みしていきました。2段目から25段目までひたすら前の目に合わせて一目ゴム編みを続けていきます。前の目が表目であったら表目を編み、交互に裏表裏表とひたすら一目ゴム編みをして、このように25段分編み進めていきました。ここで糸をカット、色を変えていきます。このレッチェのカラフルな糸、ブリオッシュ編みの1段目の表と呼んでいます。このカラフルレッチェの糸は表編みベースで編み進めていきます。糸端は後ろでしっかり支えながら、一目ゴム編みの表目のところには普通に表編みをします。続いて裏編みになっているところは表目を編むように針を刺して、ここに引っ掛けてこのまま抜きます。で、続いて表編みの目には普通に表編みを編む。次は針を刺してかけて引き抜く。これの繰り返しです。表編み編んで刺してかけて抜く、表編みを編んでという感じですね。この流れでぐるっと一周やっていきましょう。はい、ぐるっと一周編んでいきました。次は色を変えていきます。マーカーを隣に移して、続いて色を変えていきます。次はオレンジ色、ブリオッシュ編み1段目の裏と呼んでいます。このオレンジの糸は裏編みベースですね。基本的にずっとこのオレンジの糸は常に裏編みで編んでいきます。で、さっきとは逆で表目編んでいる目のところには裏編みを編むように針を入れて糸を引っ掛けて抜く。はじめはこのように糸が緩みやすいので少し整えながらやっていきます。引っ掛けて抜く。で、次、今糸が二重になっています。
二重になっているところには普通に裏編みをする。表編みのところは刺してかけて抜く。二重になっているところには裏編み。この流れでやっていきたいと思います。二重になっているところは裏編み、シンプル表編み1目、綺麗に編めているところには裏編みを編むように刺してかけて抜くという感じでぐるっと一周編み進めていきました。最初のうちはこのつなぎ目、この一周した部分ですね、マーカー付近は糸が緩みやすいのでちょっとごちゃっとしますが、糸を整えながら進めていきましょう。裏編みで編んできた糸はこのように手前にポイッとしておきます。で、表編みを編んでいたカラフル糸に戻ってブリオッシュ編み2段目の表です。で、ここで少しミスがあったので次の段の映像になっているんですが、二重になっていることを確認して表編み、次は刺してかけて抜く、表編みを普通にして刺してかけて抜くというのを繰り返してぐるっと一周やっていきましょう。このマーカー付近の目にはその刺してかけて引くって編んだ時のこのかけている糸、しっかりとかけているのか、しっかりとかかった状態になっているか、結構外れてしまうことがあるので気をつけながらやっていきます。一周したら続いて2段目の裏、オレンジの糸に変えて刺してかけて抜く。二重になっているところには普通に裏編み、これの繰り返しです。刺してかけて抜く。二重になっているところは普通に2本まとめて裏編み。ひたすらこれを繰り返していきます。で、このマーカーの付近ではかけていた糸が外れていることが多々あるので、外れていたらこのようにかけ直してから編んでいきましょう。手と足を引っ張って整えていきます。このようにこのマーカー一周したところではこのように糸が外れていることがあるので、今みたく確認をしながらぐるぐると編み進めていきます。ここからは同じように一周したら色を変えて、同じ色の糸は常に表編み、裏編み、で、今回はこのカラフルレッチェの糸を表編み担当にしたので、常に表編みで編み進めていきます。反対にオレンジの糸は裏編み担当と決めたので、何段目になってもひたすら裏編みベースで編み進めていきます。一周ごとに糸の色を変えてひたすらと編み続けていきます。糸が二重になっているところには裏編みをして、1本のところはかけて引き抜くだけ、こんな感じでオレンジとレッチェの糸それぞれ20段ずつ、表編み裏編みどちらも20段ずつ編んでいきました。
で20段ずつ編めたところで減らし目をしていきます。3目一度の表編みですね。2目まずは右側の針に移して3目目で表編み、その後にさっき移動させた目をかぶせていきます。その後は3目普通に編んでいきましょう。3目編めたらまた減らし目、2目移してから3目目で表編みをして移動させた2目をかぶせていきます。これの繰り返しですね。また3目普通に編んで3目一度の表編み、この流れでぐるっと一周していきたいと思います。でぐるっと一周してきて3目一度の表編みをしてこの後3目編んでいきます。で今目が1個足りなくなっているのでこのマーカーの位置を1個移動させます。一旦マーカー外してもう1目このように表編みとして編んでからマーカーをこの位置につける。それで切りよく編み進めることができます。でこの後オレンジの裏編みベース、ここからは通常通り編んでいきます。3目一度の表編みで少し分かりづらく見えることがありますが、やることは変わりません。2本重なっているところには普通の裏編み、1本だけの綺麗な表編みになっているところは裏編みを編むように針を刺してかけて引き抜くという感じでぐるっと一周編んでいきます。ぐるっと一周編めたらここからは先ほどと同じようにやることは一緒です。一周ごとに色を変えてオレンジの後はレッチェの糸で表編みベースで編み進めていきましょう。2本重なっているところには普通に表編み、1本のところには刺してかけて抜く、これの繰り返し。これを繰り返していって減らし目をするまで20段分ずつ編んで、減らし目をした後このレッチェの糸で20段分編んで、オレンジの裏編みの方は19段分、次20段目を編むという段階です。で次減らし目をしていくところですが、どこを減らしていくかというと、さっき減らし目をして2本が1本に模様になっていると思いますが、この1本貫いている周りをまとめて3目まとめていきます。実際にやってみましょう。まずは最初の2目普通に編んでいきます。この後3目まとめて裏編みですね。まずは2目右側の針に移動させて3個目で裏編みで、前の2目をこのようにかぶせていく。続いて針を刺してかけて引き抜く。でこの後もう一度3目一度の裏編み、2目右側に移して3個目で裏編み、移動させた2目をこのようにかぶせていきます。これの繰り返し。次の目は刺してかけて引き抜く。ですぐに3目一度の裏編み、これを繰り返して、こ
この3目一度の裏編みと通常のこの編み方を繰り返しぐるっと一周してどんどん減らし目していきたいと思います。はい、で最後の方のこの3目一度の裏編みを編んでいるところです。この後1目普通に針を刺してかけて引き抜いた後、残りの目が2目になっています。で切りよく3目一度の裏編みにしたいので、今マーカーの左側にいる1目までちょっと巻き込んでやっていこうと思います。なので1、2目右の針に移して、ちょっとマーカーをどけて、ここですね、マーカーをどけた後のこの1目、ここに裏編みをして、今移動させてきた2目をかぶせて3目一度の裏編みとします。オレンジの糸は前にポイッとして、ここにマーカーを入れて、ここが1周のポイントに変更です。でこの後また普通にこの表編みベースで編み進めていきましょう。編み方は一緒です。二重になっているところは普通の表編みをして1本だけになっているところは表編みを編むように針を刺して糸をかけて引き抜く、これの繰り返しです。減らし目をしたので少し編みづらくなっています。編み地を手繰り寄せながらやっていきましょう。はい、ぐるっと一周編み進めてきました。こんな感じでまた交互にオレンジの糸でやっていきます。でここから少しきつくなってくるので、私は今50センチの輪針でやってるんですが、こんな感じで外に出しながら編んでいこうと思います。でこの位置で出してるとちょっと編みづらいなと思ったので、こうなってる時ですね、真ん中ではなくて10時の方向、10時の位置ですね、この左上あたりからこのように引き抜くと編みやすかったので、もし編みづらいな、どのように編もうかなと思ってる人がいたらちょっと参考にしてみてください。使っている針によってはこれは変わってくるので、あくまでも参考にしてみてください。最後の方はじゃあこんな感じで編んでいきたいと思います。編み方はずっと一緒。今ブリオッシュ編み42段目の表を編んでいます。このままもうしばらく編んでいきましょう。最後の方はちょくちょく輪針を引き抜いて位置を調整して、最後の方は輪針がキツキツになって編みづらくなってくるんですが、あと数段なのでちょっとこのまま頑張って編み進めていこうかなと思います。ここはやりやすい方法で編み進めてみてください。輪針ではなくて棒針の方がいいという方は棒針に変えたり、短い輪針を使ったりアレンジしてみてください。はい、そんな感じで20段20段で最後4段分編んでいきました。ここでギュッと締めて頭の部分閉じていこうと思います。で早速閉じていくんですが、閉じ針でここのぐるっと一周通してギュッと締めていくという方法をとっていきたいと思います。なので糸端をだいたいちょっと長めに取っておこうかなと思うので、ぐるっと2周分ぐらい
大まかに取って糸をカットしていきます。この後はとじ針を使っていきます。で、私は今表側に見えている面が気に入っているので、こう閉じる時にもしなんか失敗したら嫌だなと思うので、一旦裏返しにしてからやろうかなと思います。最終的にそんなに汚くならなかったので、この裏返しにする必要はなかったと思うんですけど、ちょっと後処理、後始末が心配な方とかはお気に入りの面を内側にしてやると安心かなと思います。それでは今針にかかっている目をひたすらこのように針で刺して、で針を抜いてぐるっと一周この糸通していきたいと思います。で今糸をとじ針でこのように移動させていくんですが、最初からギュッとやらずに、まずはふんわり糸を通していくだけという感じで、全部針にかかっているやつを拾って針通していきましょう。はい、今こんな感じで最後全部通し終わってからギュッと絞っていきます。でギュッと絞って、これだけだとまだこの中心がパカッとだんだん広がってきてしまうので、もう何周か針を今入れたところ、完全に同じところはちょっと糸が多くて難しいと思うので、なんとなく今通してきたあたりにもう一度というか、自分が納得するまで、もうこの頭のてっぺんが広がってこないだろうと思うところまで通してギュッと締めてを繰り返して、この頭のてっぺんを閉じていきたいと思います。私はちょっと念入りにまだ何周か通していこうかなと思います。明確に何周このように通せばいいかっていうのは人それぞれ編み方の強さとかによって変わってくると思うので、感覚なんですが、こう手を離してこの編み地を動かしても全然びくともしなくなるぐらいまで私は入れて安心したいなと思っています。で裏面ちょっと確認して、大丈夫そうです。自分が安心するところまでぐるぐると今のように縫い付けていったら、糸をカット。あとは糸処理をしていきましょう。ここの糸処理はゴム編みの目に合わせてスッと糸端をしまい込んでいきます。このようにゴム編みの目に合わせてぐるぐると入れていきます。でこの時に引っ張りすぎないように、まずはふんわりと。引っ張りすぎるとそこだけ突っ張ってしまうので気をつけてください。こんな感じで他の部分も入れていきましょう。
すべての糸端をこのようにゴム編みの目に合わせてぐるぐると全部入れ終わったら、引っ張りすぎないように糸を整えて余分なところはカットしていきましょう。糸処理が終わって、この白い部分を折り返したらこれで完成です。ブリオッシュ編みのリバーシブルニット帽、ぜひ皆さんも作ってみてください。ご視聴いただきありがとうございました。